やあ、防犯だ。今回は現バージョンでのミスリル級までの進め方を解説する。ミスリルからはやることが増えて全部は動画にできていないので、わからないところは聞いてくれ。では早速見ていこう。まずは古池に行き小さな剣を回収する。剣を取った後の方が敵を倒しやすいので突っ走ってきてよいぞ。装備したら敵を適当に倒しながら草原を口へ進む。次のエリアからは魔法で倒していくので、ATK とデフに30振ったらそれ以上は振らなくてよい。ATK もまあいらないんだけど、雑魚敵硬いとストレスだからな。草原を口に行ったら入ってすぐ右の機関の羽を回収。これ地味にないとだるい。橋を渡り回復薬も回収しつつ、ボスへ進んでいく。デフを上げていれば攻撃を一桁ダメで抑えられるので余裕で勝てる。倒したらさらに上に行き秘魔法を回収。走ってれば大丈夫だと思う。そしたら羽で帰ろう。まあやられて戻るのもいいけど、次買う防具のお金が足りなくなるかも。次はホームタウン右下の井戸に入り、本棚裏にあるアイテムを回収。このお金で防具を買う。もし敵を倒さなさすぎてたら多分ゴールドが足りないので、適当に敵を倒して足りない分のお金を用意しよう。もしくはボスの素材を売って足りそうならそれでも良いな。革防具を一式揃えることができたら秘魔法をセットして森林へ。マットガエルが落とすエルドシードを10個集める必要がある。森林の右にあるエルフの里まで来たら、ここからはステータスを INT に全部振る。右上にいるペンギンを秘魔法で倒して宝箱を回収しよう。累計2個しか手に入らない激レアアイテムがもらえるぞ。今回は使わないけどな。で隠し通路の先にカエルがたくさんいるのでここでたくさん倒す。召喚書も地味に嬉しい。これでもエルドシードが足りなかったら下のエリアに秘魔法を打ってカエルを倒す。たまにはクパンダがかなり強いので攻撃されないように注意。エルドシード10個でモンスターを捕獲できるアイテムを交換できる。そしたらボスを倒しに行く。一応羽を買い足しておいた。森林を上に行くと山エリアにつながり、入ってすぐ右にボスがいる。周りのダークネイジの花妻団に注意。割と痛い。秘魔法で森ボスを撃破。帰る前に次エリアに行くために必要なポータルの素材を回収する。そしたらここを出入りして雪だるまんを捕獲する。今回はすぐ捕獲できた。そしたら上に行き魔導士装備の回収。途中の雪だるまんは割と強いので魔法で倒しておくといいぞ。ペンギンロードも避けれなさそうなら魔法で倒して魔導士装備を回収。これで次はシルバー級に向けて準備。タウンに戻ろうとすると循環宇宙に飛ばされる。一回話しかけないと出られない。横のエリアに入るとやられるので話しかけたらすぐ出よう。タウン左の庭園で経験値アクセを回収。まだ使わない。砂漠に行き氷魔法を回収。その後絶壁の孤島へ行き、魔法で敵を倒しながら左下のアクセを回収。そしたらそのアクセを装着する。防御と魔法防御を上げられるので序盤だと結構使える。終盤はマジでゴミだけどな。無理やりペンギンのいる方を通ろうとしているけど、右から行けば問題ない。アクセ回収後、孤島左上にいる骨を捕獲する。氷魔法の方が範囲が広いのでおすすめ。近づいたらやられるから注意して倒そう。捕獲率アップがないから捕まりにくいかも。あ、上振れしました。骨を捕まえたら再び砂漠へ。ランプの精霊を倒しに行く。ここで60レベルくらいになっていると良い感じだ。秘魔法でランプの精霊撃破。デザートパウダーじゃなくてルーン石板が落ちたらもう一度倒さないといけない。3分後にリベンジしよう。ランプの精霊を倒したら INT に捨て振りし INT を150以上になっているはずだ。そしたらアーキペラゴに行き左上のペリカンを倒す。ペットを召喚してペットにも経験値を入れるのを忘れずに。これで骨と雪だるまんが育った。骨は防御スキル要因。雪だるまんは経験値要因だ。レベルを上げたら INT に全部振り砂漠地下へ向かう。地下に入ったらすぐにある魔導士鎧の回収を忘れないように。もう装備していていいぞ。一応周りの雑魚敵に気をつけて邪黒竜の元へ向かう。そしたら秘魔法2発で倒せる。敵の攻撃が心配なら氷魔法でも良いぞ。倒したら帰らずに魔導士盾を回収。右下の像の裏にある。次はゴールド級へ。もうゴールド級に上がれる戦力はあるが、少し楽にするための作業をする。あ、チャートには関係ないから書いてないけど宝物庫の宝箱取っておくといいぞ。で楽をするために何をするかというと、洋館でキメラタートルを捕獲する。キメラタートルは魔法防御を固定で上げるスキルがあるので、それでネクロプリンセス周りのマダンの敵の攻撃を受けられるようにする。捕獲したらアーキペラゴでエベリング。魔導士腕だけ回収しておく。レベル上げた後でも前でも好きな方で、このレベリングの時にキ魔法を回収してない人は回収しておこう。あとちゃんとキメラタートルを召喚してペリカン倒そうな。経験値入らないぞ。そしたら最後の魔導士装備の回収。壁の上側みたいな模様のところから抜けられる。忘れないうちに全身を魔導士装備にしよう。俺は忘れてた。そして右上のエーテルを回収。左から7番目に入り洋館2階へ。居住者の攻撃は痛くないな。悪夢の石像の攻撃は若干食らうからできるだけ避けるようにしよう。そしたら秘魔法をネクロプリンセス2連打。エーテルもショートカットに設定すると楽。回復すれば石像の攻撃も耐えられるので、落ち着いてアイテムを使おう。これでネクロプリンセス撃破。倒したら左上のアクセを回収しておこう。プラチナ級ボス攻略に使うぞ。
また循環宇宙に飛ばされるので話しかけてでよ。いよいよプラチナ級へ。動画では1から4をやり忘れているが、やっておいた方が楽だぞ。あ、やり忘れてたわけじゃなくて、焼き鳥が捕まらなすぎて諦めてるわ。ちなみに焼き鳥を倒すときは萌えコフェアを行き来して上に魔法を打つと楽。氷魔法4発で倒せる。捕獲した時の音が聞こえるまで粘ろう。経験値と捕獲率を上げる要因だから、なくてもいいんだけどね。ここからはしばらくものレベリング。ひとまず10回転生して200レベルを目指す。レベリング方法は先ほどまでやっていたアーキペラゴのペリカンを倒す。動画では魔導士装備足を装備し忘れてて火力が足りていない。装備し忘れに注意しよう。レベリングしているとペリカンだけじゃ最大まで上がらなくなるので、その後は下側に行きフレイムフロックを倒そう。フレイムフロックの素材は高く売れるので、レベリングと金策を兼ねて行うことができる。先にペリカンを倒して捨てフリポイントを手に入れないと倒せないからな。あとはこれを繰り返す。ある程度フレイムフロックを倒したら素材を売却して、41万ゴールドほどで買えるクモシン杖を買う。INT を上げられるのと、MOV も1上げられるのが強い。若干移動速度が上がるぞ。武器を買うついでに、ペリカンとクリーチャーローズを捕獲してたらペット編成に加えよう。雪だるまん、クリーチャーローズ、ペリカンの3体が理想編成だ。それまでは焼き鳥で OK。それらの経験値アップスキルがないと結構レベリングに時間がかかるので、早いうちに捕獲しておきたい。200レベルになったら転生できないので、天命輪廻をする必要がある。酒場にいる NPC に話しかけランクボス撃破タイムをリセットし、草原ボスから洋館ボスまでを3分以内に倒す。あんまり何回も道を間違えたりやられたりしたら間に合わないので注意。動画では忘れているが、リセットする前にペットに骨とキメラタートルを編成しておく方が良い。やられるリスクを減らせるからな。せめて砂漠地下の前までには編成したい。ネクロプリンセスまで倒したら再び酒場の NPC に話しかける。3分以内にクリアした後話しかけないとフラグがおそらく立たない。3分以内じゃなければもう一度リセットしてやり直そう。クリアできていれば庭園に行き、墓から天命輪廻を行う。再びレベリングし160レベルを目指す。経験値ペットに編成し直すのを忘れないようにな。天命輪廻後は必要経験値量が増加し、最初よりレベルが上がりにくい。プラチナまででここが一番長いポイントなので頑張ろう。あと今更だがアーキペラゴには海賊船がいるのでそいつに注意。避けにくい場所に海賊船が湧いていたら出入りしてリセットを推奨する。だいたいレベリングに30分くらいかかるかな。もちろん期限はなしだぞ。天命輪廻後160レベルまで上げたら火山最深部へ向かう。バーニングロックを捕獲するためだ。豚停止は倒せないけど無視でいい。マーデイリでリセットしても良いぞ。この捕獲の時に捕獲惑星があると楽なので、1から4をやっておいた方が良いということ。どうせいつか取るし取っておいて損はない。豚停止2体はさすがに邪魔なのでいい。やや沼ったが捕獲成功。そしたら編成に加えてもうボス戦だ。ボス前の部屋でバーニングロックのレベルを上げるので、アーキペラゴは行かなくてよい。バーニングロックが71レベルになったらアクセが魔力なのを確認して魔法連打。本来もう火力は足りているはずだが、こいつは未だに足を魔導士装備に変え忘れているので INT が足りていない。まあこれでもダメージは通るから勝てはするんだけど、ちゃんと装備すればいい話。ということでアクセのレベルをちょろっと上げた後装備間違いに気づきました。先ほどとはダメージが段違い。これだけ削れればそんなに時間かかることもなく倒すことができる。これでプラチナ級になった。ボス撃破時の INT は 12954。プレイ時間は1時間4分だった。ここからミスリル級だが、今までの速さでたどり着くことはできない。とりあえずプラチナ級になったら極限装備を一式購入。強化素材が必要ないので全部いたす100まで上げることができる。極限装備の代金はフレイムフロックの素材を売ってもいいし、火山クリアで解放されるアイスリッチ山からアイスリッチ洞窟へ行き、入って左にある宝箱のお金でもよい。プラチナ級になるだけでこれだけ一気に強化できるので、最低限プラチナ級にはなっておきたい。ここからは時間がかかるということもあり、やることが一気に増える。なのでこのルート通りにやらなくても問題ない。あくまで一つのルートに過ぎないからな。極限装備を揃えたらカニクラブ足す181を作る。レフが8400になるまで捨て振りしたら入り口付近のカニクラブを耐えられる。そしたらもう物理で倒すことができるのでここからは物理で周回。ここもカニクラブを倒して出入りを繰り返し絆を上げよう。カニクラブが足す181になったら編成して右にいるワニゲーターを足す181にする。ちなみに先にカエルを足す181にして捕獲足す 100% にしておくと絆上げが楽だぞ。カニクラブを181にするのはワニゲーターの攻撃を受けられるようにするため、ここのワニゲーターを受けられるようにするにはデフが2万ほどいるので、カニクラブの防御力足す3万6002が強い。ワニゲーターが181で攻撃力足す3万6100で、海賊船討伐に必要なステータスまで一気に上げることができる。そしたら雪だるまんエリアにある金のエルドシード宝箱を回収し、アーキペラゴやここで貯まったお金で召喚書を友達に使う。それで友情の種を交換し海賊船を足す21になるまで捕獲しよう。ワニゲーターを倒していると金のエルドシードが集まるので、
ひたすら周回だ。ちなみにカニクラブとアニゲーターは2002でフレームフロックを耐えるので、金のエルドシードを集めながら戦技して放置環境を整えるがおすすめ。カニクラブを戦技すると防御力がなくなるのでアニゲーターの方が良いかな。ここからは時間かかるので疲れたらアーキペラの放置だ。海賊船足す21になったら再び金のエルドシードを600個集める。ワニゲーターでも良いし修練場でも良い。多分ここまでで10時間はかかるんじゃないだろうか。金域のカニとか詳しく書けてない部分もあるのでわからなければ聞いてくれ。一応過去動画探せばわかると思う。あとはトライデントを取ったらもう穴という討伐できる。さすがにここまでやるのは時間がかかるので同じようなステータスでの再現になる。復活アイテムは余裕があれば10個あると安心。ミスリル級になったら循環宇宙に自由に行けるようになり、両脇のザコーンのエリアで復活のエキスが計10個回収できるので惜しみなく使おう。復活のエキスはエスカルコーで3個、アイスリッチヤマニで3個、庭園でキングコーオンと交換することができる。ゲーム開始すぐのエリアにも奥に3個あるが二度と入れないので省略。とりあえずこの中だと10が一番時間かかる。放置のためのペット育成もあると思うから、時間をかけて進めるものだと思ってくれ。実際このエリアが出た時1ヶ月半やってたけど普通に瞬殺されたしな。そりゃ時間かかる。ペットはワニゲーターとスラガールは固定で、あとはヌーとかデーモンブレイドでもよい。闇魔法と気魔法の入手だけ忘れずにな。上記の構成なら ATK が12万5000くらい用意できるはずなので、なんなら動画の再現ステの方が低い。それでも魔法を当てればこれだけ素早く倒すことができる。これにてミスリル級へ昇格だ。ということで現バージョンの進め方について解説した。翡翠竜を育てて魔法でやる方法もあると思うが、翡翠竜の捕獲自体の難易度が高く今回は敷居が低い物理にした。どちらにせよ時間がかかるので自分のペースで頑張ろう。質問あればコメントしてくれ。ということで以上。まだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。